どうもお疲れ様です。イサムです。ちょっと手動でね音楽をかけましたけれども、緊急事態宣言終わりで180度開脚するやつのお時間でございます。今日から緊急事態宣言が始まって、僕もですね今日はずっと、オンラインレッスンをさせていただいたり、あとは今日このマスクが、発売開始になったんで、それを公開したり、あとは今ね、作成している映像を編集したりという感じでやってますけれども、これやることなかったら本当にずっと同じ場所にいるっていうのは病んでくなと、すごくなんか改めて実感した、一日になりました。ということで、そんな時にねたまに休憩をしてこうやってトレーニングしたりストレッチしたり体を動かす時間をねちゃんと設けることっていうのはすごく、大事だと思ってるんで、なんかそのうちの一つにこの動画がなってくれたら嬉しいなと思います。で、ストレッチをやっていくんですけれども、これは僕のチャレンジでもあって、それを一緒にやりましょうっていう感じなんですけど、僕は、緊急事態宣言終わりで180度ペタンといくところまでちょっと持っていきたいなと思っていて、それを、この動画を通じて一緒にやっていただくことで、今の皆さんよりも緊急事態宣言終わりの、未来の皆さんが体が柔らかくなった状態で迎えられる、と思うので、ぜひ一緒にトライしてみてほしいなと思います。で、今回はですね、いろんなことをやるんじゃなくて、とにかく足を開くことを目標に掲げてやっていきたいので、簡単に言うと座った状態でここの角度が開く、ここをですね、ここだけを求めてやっていきます。例えばストレッチだったら足を上に上げるキックのね、ハイキックを蹴るとか、足を伸ばしてね前屈したりとか、こういったいろんなストレッチがあると思いますが、いろんなものを考えるんじゃなくて、この動画ではとにかく座った状態での開脚が角度が開くようになるようになろうと、もうこれだけ一点突破で考えていこうと思います。そうすることによってそこだけに集中できるんですよね。今日の自分はこれぐらい開いてるとか、これぐらい柔らかくなったんだとか、そういうことが分かりやすくなると思うので、そこだけに、注力していこうと思います。で、まず僕が思う大事なポイントっていうのを簡単に話そうと思うんですけど、まずは、後でやるんですけど、今の自分がどれぐらいの状態なのかを知る、どれぐらい足が開くのか、どれぐらい硬いのかを知ることによって、その今よりも開くようになった、どれぐらいになったのかっていうことが明確に分かると思うんですね。なので、これを知ることがまず大事で、日々、それをチェックしていく。最初ここだったな、ここまでいったな、ここまでいったなっていう感じの進行をですねチェックすること。それから、無理はしないでほしいです。こっちから見れないので、どれぐらいが無理してるかとかわからないんでね、無理はしないでほしいんですけれども、やっぱり痛いところでしっかり伸ばす、痛いところよりもちょっと先に行く、これがないとやっぱりね人の体って変わっていかないと思います。僕も前十字を切って、曲がらない足をね理学療法士の先生が力ずくで曲げていくんですけど、それもやっぱり痛いんですよ、曲がらない状態だから。だけど日々押してもらって押してもらって、ちょっとずつちょっとずつ曲がっていくんですよね。だから痛みっていうのはどうしてもあるんですよ。全く痛くないってことはないと思うので、そこだけ、今伸ばしてるな、痛いな、伸びてるな伸びてるなって思いながらやる。そして終わった後にちゃんと伸びたなって一緒にやってもらえたら感じられると思うので、伸びたなっていうこの感じをしっかり持つと、ここをですね、大事にやってみてほしいなと思います。それでは、早速やっていきます。まずは、自分の硬さを知るところですね。例えば僕だったらこのテレビ台に足をつける、つけた状態で足を開きます。開いたらちょっとだけお尻前に出す、グッグッ。はい、今の僕はここですね。でここまで開いたと。で床に僕のところであれば木目が線があるんでね、その線の今の僕はここですね。この線上に僕の足がある、ここが今の自分の状態で、180度開くと多分2本先ぐらいまで足が開くようになると思うので、そこを目指していきたいなと
思ってます。とかね、例えばサムネイルでもそうですけど、こういう風にグッて乗れる方はこの隙間がなくなりさえすれば180度開いたっていう風に判断できると思うんで、こういう風に具体的な、ものを、まずは自分で把握してみてください。今はいでこれが把握できたと、ここからがスタートになります。で、基本的にはですね、足の角度を開いていきたいので、もう足開いた状態での柔軟をもうメインでやっていきます。ただいきなりやるとあれなんで、軽くねアップだけしつつやっていきたいと思います。まず足の裏つけて軽く体をぐーっと前に倒してください。OK。 そしたら足伸ばして軽く前に倒しましょう。もう軽くでいいです。ヒュー。よし OK。 そしたら足を開きます。開いたらまずはこの座った状態というのがすごく大事なんで、座った状態で全然ここが伸びてないなって思う座り方ではなくて、座ったらお尻をぐっと前に出しつつ限界まで足を開いてあげる。開くと座ってるだけで伸びてるなって思えると思うので、まずこの状態をスタートラインとして、持ってください。で一つ注意としては、背中が曲がってしまったりとか後ろにこういう風になる、方がいると思うんですけど、頑張ってですね、ここは背中をまっすぐにした上で伸ばしてあげる。はい、ここちょっと注意してやってみてください。では足開いて伸びてるなーって感じられる状態まで持っていくと、もうこの座ってるだけできついこの状態まで持ってきたら、軽く体を横に倒しましょう。こっちの裏が伸びてる、伸びてる、伸びる、伸びる、緩めるってイメージですかね。はい、OK です。じゃあまずはですね、僕で言えば左足からやっていきます。右手上げて軽く横向きのまま倒していきます。いきましょう。息吸って吐きます。吸って吐きます。手首とか掴んであげて引っ張ってあげるとちょっと息きやすいですかね。吸って吐きます。反対いきましょう。吸って吐きます。吸って吐きます。はい、吸って吐きます。はい、 OK。 今度は体ごと、こっち向きに向けちゃって、このまま前に倒していきます。では行きましょう。吸って吐きます。ギューッといけるところまでいったらストップしてください。動かない、ずーっと伸びてる状態を作ります。はい、ちょっと戻して吸います。もう一回いきましょう。吐く。1、2、3、4、5。吸って吐きます。伸びてる状態感じながら徐々に前に行くようにしてみてください。吸って吐きます。1、2、3、4、5。吸って吐きます。よし OK。 さあどうですか。もうここ伸びてるなって感覚あると思います。逆いきましょう。吸って吐きます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 。2、3、4。ラスト吸って吐きましょう。1、2、
はい、OK です。さあ、一回閉じます。ちょっとブラブラしてください。ふうよし、じゃあここから本番です。はい、開いたらまずお尻をぐっと前に出して座ってるだけで痛い状態作りましょう。痛い状態、腰ぎゅっと前に出して、はい、ここからですね。ここから、前に行きます。で、ただですね、体をこうやって前に倒そうってするよりも顔をぐーっと前に出すようにこう顔をぐーっと前に出していくと足が開くようになる、この痛い感じ分かりますかね。顔を前に出そうとすると足が開くようになると、この感じをね持ちながら顔を前に出すぞっていう思いとこの足を開くぞっていうこの2つを考えながら、やってみてください。よし、では行きましょう。手はこの状態でやってもいいし前についちゃってもいいです。はい、床をちょっと引っ張ってあげるようなイメージで前に出していく。では行きます。吸って吐きます。12345吸って吐きます。12345吸って吐きます。吸って吐きます。吸ってラスト吐きましょう。はい、 OK。 よし、さあ次です。今ね長く5秒止めましたが、今度は息をふーっと吐いて戻す、ふー吐いて戻す、ふー吐いて戻す、ちょっと小刻みな、テンポになります。よし、では行きましょう。吸って吐きます。さあ痛いとこまでいったら吸う吐く、吸う吐く、ラストキープします。ストップです。23456、この状態前に8、9、10、 OK。 よし、一回閉じましょう。はい、どうですか。伸びたなって状態になりましたよね。よし、さあ最後です。よくストレッチするときに後ろから人に押してもらうと、自分の限界よりもちょっといけるなって思ったことあるんじゃないかなと思うんですけど、それを一人で、やろうというものになります。まず足を開きます。おお、伸びてる。はい。で、僕だったら今ここを使うんですけど、何でもいいです。テーブルでもいいし、引っ張れるものに手の届く位置で、足を開いてください。ここから前に倒すんですけど、前に倒したら今度は手の力で体をさらに引っ張ってあげる。はい、手の力を使って自分の体を倒しにいく。はい、これをやっていきます。何かつかめるもの、探してみてください。よし、じゃあ行きましょうか。5回だけいきます。吸って吐きます。さあ痛いとこまでまずは自力でいきます。いったら手で引っ張る。吸って吐きます。345吸って吐きます。12345吸ってラスト。12345吸って最後10秒です。いきましょう。吐きます。ふう、2、3、4、5、前に倒すと同時に足を開こうとしてください。8、9、10、OK。はい。ふう。はい、ということで、どうでしょう。これだけで伸びたなっていう感覚、持ってもらえたかと思います。この伸びたなっていう感覚を
毎日持ち続けていく、ここがすごく大事になるんで、やっぱり最初やる人、要はストレッチをし慣れてない方としてる方で全然感覚って違うと思います。やってればやってるほどこの痛みとかこんぐらいいけば伸びてるなってなるなっていうこの感覚はつかめていくと思うので、そのためにもね日々繰り返すことが大事になるんで、ぜひこの期間一緒に頑張ってやっていきましょう。それでは今日もお疲れ様でした。こうね暗い期間ではありますけれども、僕も一晩寝てだいぶ気分的には前向きに、なってるんでね、皆さんもちょっと前向きに考えながら笑顔で、過ごしていただければ嬉しいです。それではここから2週間ね、一緒に頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。また明日。スポーツにアロマの力を。マスクスプレーにはレモングラス、ラベンダー、ペパーミント、ティーツリー、グレープフルーツをブレンドしました。蒸れやすいマスクの中がすっきりと爽やかな香りになるように仕上げました。精油の持つ抗ウイルス作用で風邪の予防にもつながり、また集中力を上げたいとき、クールダウンをしたいときにおすすめです。